本日はですね、きゅうり、またきゅうりなんですけれども、こちらの今回ピリ辛きゅうり、やみつきピリ辛きゅうり的なやつ作りたいと思います。で今回もちょっとね、最初まず茹でたいと思います。で茹でた方が味がすごい染みやすかったっていうのもあるし、食感的にもね、パリッパリが好きだった場合は茹でない方がいいとは思うんだけど、程よい食感になって美味しいです。はい、ということできゅうりまずで、今回板ずりせずにまず普通にこちらのきゅうり茹でちゃいます。ではこちら3分ほど茹で終わったので、おいしい。でも今回ちょっとね、冷水で一気に冷やしちゃいます。こちらきゅうりもう普通にね、素手で触れるぐらいにはなったので、今回はちょっと長めにカットしたいんで、まあヘタだけ落として両方とも、はい。で3分の1これくらいにカットして、縦半分からのさらにもう1個、こんな感じでスティック状にカットしていきます。今回のご飯のお供に、そうご飯の、前回のもめちゃくちゃご飯のお供になったけど、また今回は違うし、さらにやっぱお酒も進むかなぐらいの味付けにしようかなと思っております。でこのカットし終わったらどんどんボウルに入れちゃってください。で今回はこのカットが終わったらちょっと塩もみはするんですけれども、板ずりはね今回しなかったのが、こんだけカットしちゃうと表面積結構大きくなるんで、板ずりしなくてもね十分味はしみるのと、あとやっぱ熱湯でやった後絞るので青臭さもね十分減るんですよ。もしただすっごい新鮮なきゅうりでこのトゲトゲがねめちゃくちゃ目立つって時は板ずりした方が多分食感というかね、口触りはいいと思うのでやってあげた方がいいかもしれないです。ただそこまで気にしないよって方は板ずりはなくていいですね。汚れることもないんでね。はい、じゃあこちらきゅうり全部カット終わったので、じゃあここにお塩、もう適量でいいんだけど、絞るのでねちょいたっぷりめぐらいで大丈夫です。はい、適量ですね。そしたら絡めといて、であえたらこの状態で5分ほど放置して水分出します。はい、ではきゅうりお塩って言っちゃったわ。塩を入れて5分ほどやったら結構ね汗かいてる感じになるので、今回はちょっとね細長くて布巾でやってもいいんだけど、布巾だとちょっと割っちゃいそうだったんで、こちらをもう素手で、今ちょっとここでやるんだけど、普通はね流しの上とかでやってあげて、こうやって力いっぱいギュッて、こんな感じで適度にね水分が出たら OK なんで、どんどん他のきゅうりも絞ってあげてください。でこちらも多分一握りでやれる方がいいと思うんで5本ぐらいで、そしたらもうこれギュッて、結構ねわかるかな、今ちょっと手洗ってるから水分が多いんだけど、はい、ギュッてやったらだいぶね水分絞れるんで、こんな感じでどんどんきゅうりを絞っていきます。ではきゅうりをめちゃくちゃ絞りました。いい感じ、こんな感じでひにゃってなってるので、この方がねすごい味が染みやすいので、今回ジップロックでやっちゃいます。もうきゅうり全部入れちゃいます。めちゃくちゃ大量のきゅうりで、あとね今ねちょっとね買い忘れて後で買いに行こうと思ったんだけど、ここにニラも一緒に入れちゃおうと思います。で普通に1束のニラをきれいによく洗ったら生のままでいいので、きゅうりと一緒にもうこの段階で入れちゃってください。僕たちちょっと後で買ってきて追加しようと思ってるんで、後から出しても全然大丈夫なんだけど、生のままのニラ1束をここに入れてください。で味付けしていきます。まずお醤油、これ大さじ4杯で、ここにごま油、こちらも大さじ4杯。ただごま油はね結構たっぷりめでも美味しいんで、気持ちもちょっと多くても大丈夫です。お酢は大さじ2杯ぐらいかな。でここに丸鶏ガラスープを小さじ1杯だけ入れます。ちょっとねコクを。丸鶏ガラスープ小さじ1、豆板醤、こちらを今回結構決め手なんでちょっとたっぷりめに入れて、とりあえず大さじ1杯分は入れようかなと思ってるんで小さじで3杯、大さじ1杯分の豆板醤に、で今回ニンニク
今回こっちのすりおろした、もともとすりおろし詰めのやつにするんだけど、小さじ1杯で、ここに唐辛子、輪切りの唐辛子、こちらを大さじ1杯分ぐらい、いりごま、ほんとね、ごまは結構な量で大丈夫です。軽くお塩、これはもうほんと少量まず入れといて、胡椒も黒胡椒ですね、ちょっとだけパンチを効かしたいんで、こんなん入ってる具材だけみたいな、まさにやみつきです。で、今入ってないけど、あとここにニラが入っております。じゃあこの状態でピッチッと蓋をしてあげてください。でね、ちょっと今ね、最後つけ汁を軽く味見してみた感じ、もうちょっとお醤油が欲しいかなと思ったんで、お醤油をもっと大さじ2杯追加しておきます。辛みはね、唐辛子とかが入ってるんで、後からもうちょっと沸いてくるかな。今結構ピリ辛な感じなんだけど、もうちょっと辛さは出てくると思います。ただ味がね薄いときゅうりからの水分のことを考えたらちょっとぼやけちゃうと思ったんで、もうちょっとね塩分を足してしっかり味させるために醤油を大さじ2杯追加しました。ではこの状態で冷蔵庫で約1日ぐらいはね寝かしてあげてください。ではこちらちょっとジップロックの後こちらに移したんですけれども、こんな感じできゅうりしっかり使ってて、あとねニラも追加はしました。で、あと今回お砂糖を大さじ1/2追加してあげてください。途中でねテロップで入れると思うんだけども、そこを忘れずに入れてあげたらコクも出て美味しいので、こちらで1日漬け込んで完成なので、あとは今回はちょっとね豚とかキャベツとか用意したんです。そちらをしゃぶしゃぶみたいにしてこちらに合わせてご飯と一緒に食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。こちらですね。でこれがもやしと豚バラとキャベツのしゃぶしゃぶみたいな感じですね。いただきます。はい。どう？うまい。ちょっと俺まず普通にちょっときゅうりいってみるわ。ニラと一緒にいただきます。めちゃくちゃうまい。味見した時はやっぱねそんなにそこまで辛くなかったんだけど、やっぱ漬け込んでるから唐辛子の辛さがちょうどいい感じ出てるね。この後引くね感じがたまんというか、これはめっちゃさっぱり食べられる。後引く辛さだね。唐辛子って感じ。じゃあキャベツ刺して一緒にね。うわー、今回さもう耐えられないからご飯は用意してるけど、ご飯なかったら低糖質の方には最高なもう食事だねこれ。うまっ。もうねきゅうりももちろんなんだけどニラがめちゃくちゃいい仕事してる。ニラ入れてほしいね絶対。一緒に盛り付けたからね、このタレがキャベツたちに絡んで。うまこ辛。れ蒸した鶏とかにも最高に美味しいよ。冷麺とかにねそれとも絶対うまいし。ていうかもう何にのせても美味しいと思う。豆腐とかでも絶対美味しいし。うまっ。トマイチョ抜群すぎんこれ。これはうまい。うわ、なんだろうこのコクのある辛み。うま辛だねまさに。正直タレが美味しすぎるから何つけても美味しいと思う。おすすめだね。おすすめ、マジおすすめ。ご飯の友にもおすすめだけど、やっぱお肉系用意しておいてほしいね。あと野菜ね。じゃあいただきます。おかわりをね。
れは本当に作ってもらいたい。味噌ラーメンとかさ、本当に家系とかそういうラーメンとかにさ、このニラを乗せるだけでも多分相当美味しいよね。あ、うまいと思う。このインスタントラーメンにのせるだけでもいいね。これは完璧だわ。マジでキャベツと一緒に食べた時マジ最高なんだけど。全部悪魔的なうまさになるんだよ本当に。コンビニに売っといてほしいね。まあ、もちろん肉との相性も最強なんだけど、肉がなくても全然ご飯進むからさ。めっちゃ進む。なんならこの野菜とこれだけで進むよね、この感じでね。マジでうますぎて黙っちゃうわ。であとやっぱり一番最初にこうちゃんが茹でてくれてるから、このきゅうりの青臭さっていうのがないのもね、やっぱ相性がすごくいいと思う。そうだね。じゃあご飯が残りわずかなんで、はい、これを食べて終わりにしましょう。とりあえずね、とりあえず締めましょう。おかわりしましょう。うまいマジで。ほんのり汗かいてくる感じの辛さがもうたまんない。こ多分本当に今日あんま喋ってないかもしれないぐらいうますぎて。ということで本日はですね、悪魔のうま辛ニラきゅうり、こうちゃん作っていただいたんですけども、本当にいろんな食材とかご飯とかね、茹でたお肉とか野菜とかにのせるだけで全部ね、本当悪魔的なうまさになるんで、めちゃくちゃうまいです。やみつき度合いが半端じゃない。で食べた後にこのピリ辛が来るのがこのちょうどいい塩梅なんだよね。辛すぎるにそうなんだ後引く感じの辛さになってるんで、すごく夏とかにはおすすめなんじゃないかなっていうのが個人的な感想でございます。やっぱあとね、ニラ、これがねやっぱねさらにゾーンもね、香りというかね、やっぱこのニラのやみつきな感じね、やばいね。たまんないね。だからほんと単品だけで、このおかずにもお酒のあてにもいいけど、本当に何でもさっきさ、動画の最中に言ってみたりさ、冷麺とかにのせても絶対美味しいだろうしさ、ラーメンもそうだし豆腐もそうだし、もうどのやつにのせても絶対美味しいと思うんで作ってほしいなと思います。あとね、個人的に思ったのは焼肉と一緒に食べても絶対美味しいと思う。うまいだろうね。だからもうキムチ感覚だもんね。そうそう、そんな感じ。もうめちゃくちゃおすすめになってる料理になってるので、ぜひ皆さん作ってみてください、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。